100歳まで生きる準備をしていますか？こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はライフシフト2 100年時代の行動戦略について解説していきます。人類はこれまで大きな成功を収めてきました。何千年もの間に人口は大幅に増加し、寿命も大きく伸び、活用できる資源も増えました。その結果、人類は昔とは比べ物にならないほど豊かに、そして健康にもなりました。そして人類には発明する才能もあります。知識を増やして新たなテクノロジーを発明することで社会を発展させてきました。そして発明には2種類あります。技術的発明と社会的発明です。技術的発明とは文字通りテクノロジーの発展です。人類はこれまで電気やコンピューターなどの発明をしてきました。一方、社会的発明とは社会環境の整備のことです。いくら技術が発展しても人類がそれを受け入れる体制がなければ社会は発展しないです。政府が新技術を導入したり法律を変えて新技術に適応できる社会を作る必要があります。しかし現在、技術的発明と社会的発明のギャップが広がり続けています。技術的発明が猛スピードで進む一方で、社会的な発明は遅れをとっています。例えば、AI が発展すると人間の雇用が奪われるため AI の積極的な導入を反対する人が多いです。また社会の高齢化は年金制度を崩壊させて医療費が増大することで結果として経済を弱体化させる恐れがあります。人類はテクノロジーの発展とともに新しい社会の在り方を考える必要があります。では社会の在り方を変えるために僕たちは何ができるのか。それは一人一人が社会的改革者として新しい社会の在り方を切り開く覚悟を持つことです。テクノロジーの発展に不安になるのではなく、積極的に新しい技術を取り入れて新しい社会を作っていくことが大切です。これらを踏まえた上で、この動画では人生100年時代を生き抜くための行動戦略を8個解説していきます。長い人生に向けてこんな取り組みをしているって人はぜひコメント欄で教えてください。1個目、社会的改革者になる。人類が生み出すテクノロジーは驚異的なスピードで発展してきました。コンピューターの処理能力は3年間で4倍になりました。またネットワークの価値は接続しているユーザー数の2乗に比例します。つまりユーザーの数が2倍になればネットワークの価値は4倍に増えることになります。 Facebook や YouTube などのネット企業の価値が今後もどんどん増えていくってことです。さらに既存のテクノロジーが多彩であればあるほどそれらを組み合わせて有益なものを生み出せる可能性が高まります。例えば自動運転車は GPS、Wi-Fi、センサー、地図ソフトなどの既存のテクノロジーを組み合わせたものです。このように使えるテクノロジーの数が多ければ多いほどその組み合わせも多くなり新たな技術が生まれやすくなります。それらを踏まえるとテクノロジーの発展はまだまだとどまることを知らないです。実際に Google 傘下の自動運転車 Waymo はすでに地球約400周分の試験走行を終えています。完全な自動運転が実現すれば運送会社の運転手は仕事がなくなる可能性があります。またロボットの技術も進化しています。人型ロボットのペッパーをはじめ料理を作るロボット、料理をホテルの部屋に届けるロボットもいます。アメリカの一部の地域ではドローンによる宅配ピザも可能です。将棋や囲碁の世界では人間は AI に勝てなくなりました。これらの技術的発明によって雇用の多くは AI にとって変わられるといった心配の声が多く上がっています。生活が便利になる一方、人類の働き口がなくなり貧富の差が拡大する可能性があります。しかしこれはあくまで人間の問題です。人間の問題は人間だけが解決できます。テクノロジーの進化や
長寿化の進展の効果を少しでも多く享受できるように、僕たち一人一人が未来について真剣に考えて社会の在り方を変えていく必要があります。これは他人事ではないです。自分が社会的改革者となって多くの人と協力して新しい社会を作っていく、そんな意識をまずは持ってください。2個目、社会的発明の3要素。社会的発明を実現するためには人間の潜在能力の開花が必要不可欠です。僕たち人間は将来起こり得るさまざまな結果を予想して複雑で難しい問題の解決策を見つける力を持っています。これは僕たち人間だけが持つスキルです。そして社会的発明には3つの要素があります。その要素とは物語、探索、関係の3つです。この3つは非常に重要なキーワードです。これから生きていくのに欠かせないワードです。まずは物語です。物語はあなたの人生のストーリーを指します。どんな仕事に就くのか、そのためにどんなスキルが必要なのか、そしてどんなキャリアを築くのか、どのように年を取っていくのか、真剣に考える必要があります。次に探索です。これは長い人生で避けては通れない移行のプロセスを成功させるために学習と移行を繰り返す試行錯誤の要素です。今後のキャリアでどのような選択肢を検討するのか、必要なスキルはどうやって身につけるのか、今から真剣に考えてください。最後に関係です。これは有意義な人間関係を作って維持することを指しています。どんな家族構成で生活をするのか、長寿化の進んだ世界はどんなものか、世代間の調和を実現するにはどうすればいいのか、これらを考えていきます。これだけでは分かりづらいと思います。そのためこれ以降はこの3つの要素をより詳しく解説していきます。3個目、年齢に対する考え方を変える。まず物語の要素について解説をしていきます。長寿化が進む世界では年齢は固定的なものではなく変わるものと考える必要があります。簡単に言うと、寿命が延びれば人生のステージのあり方は変わっていき、僕たちはそれを柔軟に受け入れる必要があるってことです。これまでの教育制度や社会慣行は全て3ステージのモデルを前提にしてきました。3ステージモデルとは、18歳で大学に進学して20代から30代前半で結婚し65歳で引退する人生設計のことです。これまではそれが普通でした。しかしこれからは違います。例えば昔は65歳以上が高齢者とされてきました。しかし最近の研究者の間では60歳から69歳のことを初老者、70歳から79歳は高齢者、80歳以上を超高齢者と呼んでいます。寿命が長くなるにつれて年齢の区分は増えて、人生のステージも3つでは収まりきらないのが今の時代です。僕たちは年齢に関する固定観念を取り払い、偏見を持たないように注意する必要があります。例えば70歳を過ぎた老人は現役を引退して趣味を楽しむべきといった偏見を持たないことです。年齢に関する先入観がなければ未来の自分に対して柔軟に考えることができ、そのために今から貯蓄を始めたりスキルを高めるなど未来に向かって努力することができます。これからの時代は年齢の持つ意味が今と異なることを理解して未来志向を持つようにしてください。4個目、流動性の高いキャリアを築く。高齢化が進めば人生は3ステージからマルチステージに移行します。3ステージは学生である18歳までの学習ステージ、社会人になり家庭を作るステージ、65歳で定年退職し余生を楽しむステージに分かれます。一方マルチステージでは学習するステージと余生を楽しむステージの間の第2ステージが大きく変化します。転職をしたりフリーランスになったり、仕事を休んで海外に住んでみたり、柔軟に人生を設計できます。つまり人生のステージは3つではなく、人によっては10、20も生まれることになります。これがキャリアの流動性が高まるってことです。これに伴い僕たちは新しい働き方を検討する必要があります。例えば現在は
安定したフルタイムで働くのが一般的ですが、キャリアの流動性が高まれば人生のどこかのステージで期限付きの雇用やフルタイム以外の働き方を経験する人が増えていきます。現在は業務委託の市場もかなり発展しているため、企業に属さなくてもフリーランス同士でビジネスをしたり、個人でお金を稼いで生計を立てることもできます。そんなキャリアの流動性が高まる時代には、一人一人が責任を持って主体的な選択を行う必要があります。昔と違ってキャリアを築くプロセスはあなたと雇用主の共同作業ではなくなります。これまでは雇用主があなたのスキルを向上させて新しいステージに向けた計画を立て、未来のための資金面の準備をし、キャリアの様々な選択肢を検討してくれました。しかしこれからはあなたが自分で選択する必要があります。人生100年時代において終身雇用は幻想になりつつあります。将来どのような姿で働いていきたいか、これを機にじっくりと考えてみてください。5個目、人生は学習である。続いて探索の要素について解説をしていきます。マルチステージの人生において転職は欠かせないです。また人生に休養期間を設ける可能性もあります。複数の移行を繰り返しながら長い職業人生を送るには、生涯にわたって学び続ける必要があります。自分が次に何をしたいのか、そのゴールに到達するためにはどうすればいいのか、どんなスキルが必要か、常にこれらを考える必要があります。これまでの3ステージの人生では、学習は最初のステージで行うものでした。しかしマルチステージの人生では、学習は自分の選択で行うものになります。高校や大学を卒業して社会人になってからも、自分から積極的に学ばないと新しいことを身につけるのは困難です。それができないと当然あなたは成長しないです。ただし大人になってから学び続けることは簡単ではないです。仕事をしながら時間を作ってオンラインスクールに通ったり、英会話をしたり、 YouTube 図書館を聞いたり、本を読んだり、基本的には独学で学ぶ必要があります。独学にはお金も時間もかかります。まずは無料で学べるコンテンツを使うことがおすすめです。この YouTube 図書館の動画を見たり、オーディオブックを聞くことで隙間時間に学習ができます。また独学のテクニックについては、僕が書いた一生使える勉強法という本で紹介しています。動画も撮っているため、ぜひこちらもご覧ください。話がそれましたが、長寿化した社会では学び続けることが大切です。昔と同じようにただ働くばかりでは周りに取り残されてしまいます。60歳を超えてから後悔しないように、今のうちからコツコツと学習を続けてください。6個目、ステージ移行を成功させる準備。マルチステージ化した人生では、ステージの移行回数、つまり転職の回数が必然的に増えます。ただし転職には大きなストレスがかかります。調査によると、簡単に転職できることは少なく、ほとんどの人が自分の選択が正しいのか、新しい職場でうまくやっていけるのか、強い不安を感じます。そのため転職には入念な準備が必要です。具体的には探索と調査を繰り返し行うことが大切です。今とは違う職業について調べてみたり、転職情報を見たり、転職サイトに登録して転職エージェントと面談するなどのアクションが必要です。また、そもそも自分がどんな職業に就きたいのか分かっていない人も多いです。そのような場合は自己分析をしてみて、どんなことが自分はしたいのか、どんな職業が自分に合っているのか、改めて考える必要があります。職業や会社に関する情報は常にアンテナを張っていなければなかなか入ってこないです。今すぐ転職を考えていなくても、いつか考えるタイミングが必ず来ます。それを見越して情報を集めることを着々と進めることが大切です。知識を深め、情報を集めておけば、転職に
対するハードルは確実に下がります。またフリーランスになったり起業する選択肢もあります。とにかく長い時間をかけて勉強することが必要です。人生において最も大事なことは常に次のアンテナを張っておいて情報を集めること、そして学習をコツコツと続けておくことです。7個目、家族との関係性。続いて関係の要素について解説していきます。あなたが人生でどのくらい成功できるかは家族との関係性に大きく影響を受けます。誰かが病気になったり職を失ったりした時、家族がいればお互いに協力することで助け合うことができます。家族の機能っていうのはマルチステージの人生でより一層重要性が高くなります。例えばどの国においても男女の結婚年齢は高くなっていて、生涯結婚しない人も増えています。これに伴い子供の数が減って高齢の家族や親族はどんどん増えていきます。場合によっては4世代以上の家族が一つの家に住むことも考えられます。また女性の社会進出が進んでいて共働き世帯が増えています。これにより男女ともに柔軟性のある関係を築く必要があります。夫が働いて妻は家事をする、そういった昔ながらの考え方をやめて夫も育児に参加して妻もキャリアを築く、そういった性別で役割が決まらない関係を育むことです。古い固定観念にとらわれず時代の流れに乗って家族との柔軟な関係性を作ってください。8個目、コミュニティに参加をする。多くの人にとって最も親密な人間関係は家族や友人や職場の同僚との関係です。しかし日々の生活環境を作り出すものとしてコミュニティがあります。一般的にコミュニティは隣人たちとの関係を指しますが、最近は SNS を使ったオンラインの関係も含まれます。どんな関係にしても人間関係っていうのはあなたの幸福度を大きく左右します。テクノロジーの進化と長寿化に伴って現在コミュニティのあり方も大きく変わりつつあります。まずコミュニティの交流は対面ではなくバーチャルが増えています。 SNS を使えば誰とでも会話ができ、買い物もオンラインでできます。また人と人とのマッチングについては知人の紹介ではなくマッチングサービスを通じてオンラインで知り合うことが増えています。とにかく意識的に人間関係を構築する時間を確保することが大切です。家族と会話をしたり、友人と連絡を取ったり、オンライン飲み会をしてみたり、今あるコミュニティを大切にしてください。老後の人生が長くなればコミュニティの重要性は今よりも大きくなります。様々な人たちと関わる時間を増やしてみてください。最後に、これからの時代っていうのはこれまで以上に大きな変化が訪れます。テクノロジーや社会の変化は誰にも今後が予想できないです。この動画を見てくれたあなたは時代の変化を受け入れる覚悟がすでにできていると思います。変化は予測できないにしても常に将来を見据えて転職先を考えたり、勉強してスキルを身につけることで先手を打つことが可能です。先の長い人生です。どんな自分でありたいのか、どんな経験をしたいのか、将来の姿をじっくりと考えてください。今回の解説が面白かったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。